ご理解第51節。天地の間に住む人間は神の氏子。身の上に痛み病気あっては家業できがたし、身の上安全を願い、家業出世五穀成就牛馬に至るまで、氏子身の上のこと何なりとも実意をもって願え。草や球に勝たせてくださいといったような無邪気な願い。生身の人間がその生身のままで幸福になろうとするときの素朴な願い。こういうおかげはおしゃぶりをいただくようなもの。本当の血肉になるおかげをいただかねばならない。実意をもって願いとはそういうことである。本当の血肉になるおかげをいただかねばならない。本当の血肉になるおかげとは一体どういうようなおかげだろうかと思いますが、これはやはり師匠が教えてくださるご神徳のことではなかろうかと思いますね。本当の血肉になる、いわば魂の糧となるというのでしょうか。心の血肉になる本当のおかげ、それはやっぱりご神徳をいただくということだと思うのですね。愛楽理念はご神徳をいただく手立てを教えているというようなことも師匠は教えておられます。今朝はその面白いことをいただくのですけれども、具体的にというとちょっとわからないのですが、観念的にというのか、イメージ的になるほどそうだろうなと思うようなことを教えていただいたのですけれども、そのご神徳をいただく、ご神徳をいただいていただきっぱなしではダメだというのですね。そのいただいたご神徳をやはり使わねばならないと。師匠があるご理解で、それこそ通帳の残高がだんだん増えていく。その通帳の銀行の預金通帳ですね。郵便貯金であったり、銀行であったり、その預金通帳の残高がだんだん増えていく。それが楽しみだ。そういう生き方はバカのようだと。バカンゴたる。という表現をしておられましたね。いわば預金通帳の残高が増えていくことに喜びを感じる。そんなのはつまらない。本当の信心ではないというようなことでしょうかね。そのお金がたまる。たまっただけでは、ためただけでは意味をなさないわけですね。例えば今コロナのパンデミックでスティミュラスとか言われるお金を政府が一人一人に渡してくださいます。それをただ懐に溜め込んだだけではスティミュラスにならないわけですね。そのいただいたお金を使って初めて他の人もまた潤ってくる。経済が潤ってくるわけですね。例えば極端な話をすれば、日本で言えば造幣局でお金をたくさん作る。それを作ったお金を例えば私がもらったとしましょうか。1億円なら1億円分のお金をもらう。
そしてそれを自分の家に持ってきて、床下に埋めておく。なるほど、1億円手に入ったと喜ぶ。それでは何にもならないわけですね。もらった1億円を使って初めて、私が喜ぶばかりではなく、他の人にもお金が回っていくわけです。他の人もまたそのお金で潤うことができる。いわばお金は貯めただけでは、その人個人が貯めて喜んでいるだけ、何にもならないわけです。そのお金を使って初めて周りの人も潤すことができる。周りの人も助かる。やはりお金はある意味貯めるためにあるのではなく、使うためにあるものだと。使って初めて。貯めるだけだと自分が満足するだけだけども、使うことによって周りの人も潤ってもらうことができる。だからやはりお金は使わねばならないと。それが画商画役のために使うといったようなことではダメでしょうけれどもね、人が助かることのためにやはり使わせていただくということなのですね。そういうような感覚で、お得というものも、なるほどお得をいただくというけれども、そしてお得をいただきっぱなしではダメだというのですね。お得をいただき、どれほど積み上げた。お得が溜まっていく。お得を積み上げるのが楽しみだ。それこそ馬鹿んごだる。というわけですね。積み上げたおかげは、積み上げたお得は、世のため、人のため、人が助かることのために使って初めて、そのいただいたお得というものが生かされてくる。生きたお得ということになる。徳をいただく信心をせねばならない。そしてまたそのいただいた徳を使わせていただく信心をそこからまた進めていかねばならない。ということなのですね。ご神徳をいただきっぱなしであってはダメだと。ご神徳をどれほどいただき、貯めて積み上げたところで、それは単なる自己満足に過ぎない。誰も潤うことがない。いただいたご神徳は、それを使って、世のため人のために使って初めて、そのいただいたご神徳もまた生きてくる。神様も神徳を与えた甲斐がある。与えた神徳を蔵に溜め込んでおったのでは、神様も悲しまれるということですね。ご神徳をいただき、そしてそのご神徳を使う。それによって世が潤っていく。人が助かっていく。そういうことにならなければならないよというようなことを今朝は教えていただいたように思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。